定食屋の娘が次期社長夫人？やば。そんなことあってもいいの？身分違いにも程があるじゃない。次期社長として一目置かれている彼と結婚した私。彼の両親はそんな私を認めてくれ、幸せな結婚生活が待っていると思ったが、彼の妹からはよく思われていなかった。義妹から日常的に嫌がらせを受け、頭を悩ませる毎日。そんな義妹とも何とかうまく付き合おうと努力する私だったが、義妹は全く歩み寄りを見せなかった。ところが、そんなある日、お前は娘でも何でもない。今すぐこの家を出て行け。義妹のあるとんでもない行いが発覚し、義両親を激怒させることになったのだった。私の名前は上野遥。大学卒業後、新卒で入社した会社に勤め続けて早6年。会社では受付兼事務職員として働いている。夫の大輔ともこの会社で出会った。大輔、取引先との食事会って今夜だったかしら。ああ、そうだったな。ごめんな。一緒に夕飯食べられなくて。いいの。気にしないで。ほんとごめん。ありがとう。彼は社長の息子で、いわゆる次期社長として一目置かれている。大輔とは仕事で関わる機会が多く、一緒に仕事をする中でだんだんと惹かれるようになっていった。もちろん彼が社長の息子だから惚れたのではない。彼とは同い年で、彼の人柄や価値観がもっと知りたくなった。ただそれだけ。彼も同じように感じてくれていたのか、何度も食事に誘ってくれ、二人きりでたわいもない話をしながらご飯を食べる時間が本当に幸せだった。幾度と重ねた食事で彼から告白をしてくれたところから交際がスタート。数年の交際を経て私たちは結婚し、幸せな生活を送っている。しかし結婚を申し込まれた時、私には不安なことがあった。私の両親は田舎で小さな定食屋を営んでいる。祖父の代から営んでいる定食屋は地元の人たちに愛され、私自身も自慢の定食屋なのだが、彼とはあまりにも家柄が違いすぎる。大輔の両親はこんな私との結婚を認めてくれるのだろうか。門前払いされてしまわないかと不安は尽きなかった。ある日、不安に耐えきれなくなった私は泣きながら大輔に相談した。不安で仕方ないの。そんなことを気にしなくていいよ。俺の親父とお袋が反対しても、俺は遥のことが大好きだし、遥との結婚諦めないから、何があっても遥を守るよ。大輔のその言葉は、私を不安感から救うだけでなく、私に光を差してくれた。私には大輔しかいない。そう感じた瞬間でもあった。そして迎えた結婚挨拶。緊張しなくていいからね。リラックス。うん。玄関を開けると、大輔の両親と妹が出迎えてくれた。会社の外で見る社長はいつもより朗らかな雰囲気をまとっていた。大輔さんとお付き合いさせていただいています。遥です。遥ちゃんね。さあ上がって。お邪魔します。大輔の両親は温かく迎え入れてくれ、安心した私は話が弾み、実家の定食屋のことを話した。大輔が私の実家のことを事前に伝えてくれていたおかげもあってか、見下されるようなことも、結婚を反対するようなことも何一つ言われなかった。しかし、問題が一つ。定食屋の娘が次期社長夫人？やば、そんなことあってもいいの？身分違いにも程があるじゃない。大輔の妹の彩菜さんだ。こら、彩菜、なんてこと言うのよ。だって、事実じゃん。何か間違ったことでも言ってますか？
あんた、なんでそんなこと言うの？それに、そんな田舎の汚い定食屋を続けるなんて、ご両親もバカなんじゃない？あやな、やめなさい。落ち着いてください。事実は事実ですので。我ながら、よくこんな状況で周りをなだめるような発言ができたもんだと思う。ギリギリの経営状況で大学まで通わせてくれた両親を悪く言われ、許せるはずがなかった。しかし、ここで怒りを爆発させ、今後、義理の妹となる彩菜さんとトラブルになってもどうしようもないと思った。これは後から聞いた話だが、この後、大輔の両親がこっぴどく彩菜さんを叱ってくれたらしい。とりあえず、ご両親がいい人で安心した。想定外の出来事があったが、無事結婚を認めてもらえ、私たちは結婚することができた。大輔との結婚生活は本当に毎日幸せだ。大輔はとにかく私を大事にしてくれる。今後すべてを失っても大輔がいればなんとかなるんじゃないかというほど頼りがいがあるし、何より安心感がある。そんな幸せな生活を送っている私たちだったが、彩菜さんは未だに私のことをよく思っていないらしい。大輔の出勤時間を見計らって何かと理由をつけて私だけが家にいる時に遊びに来る。遊びに来るというより私に意地悪をしに来ると言った方がいいかもしれない。その頻度はかなり高く、平均して週に1回は来ているんじゃないかというほどだ。正直、彩菜さんとは今後一切関わりたくない。しかし、大輔と結婚した以上、彩菜さんを無下にはできない。私はできる限り冷静を装いながら、彩菜さんを家に入れる。今日は何の用事で？ちょっと、かわいい妹が遊びに来てんだから、その言い方はなくない？早くお茶でも出しなさいよ。はい。彩菜さんはこうして手ぶらで家に上がってはお茶やお菓子を要求してくる。トラブルが起きないように彩菜さん用に用意していたお茶とお菓子を出した。何これ？なんか今日のお菓子安っぽくない？すみません。でも今それしかなくて。何よ、庶民は庶民の店しか知らないの？すみません。あ、じゃあさ、今から買いに行ってよ。社長夫人として恥じないお菓子屋さん教えてあげる。ああ、駅前の有名なケーキ屋さん、あれ食べたい。買ってきて。あのケーキ屋さんって、いつもすごい行列ができているお店ですか？そうよ。何もたもたしてんのよ。早く行ってきなさい。わかりました。ゲームしながら待ってるね。そう言われて家を出てきたが正直しんどい。でもこんな私が大輔と結婚できたんだ。そのことだけに感謝して受け入れよ。そう言い聞かせてケーキを買いに行った。家に戻りケーキを出すと彩菜さんは満足そうに平らげ帰っていった。ある日、いつものように仕事に向かうため準備をしていると、いつもつけているはずのピアスがなくなっていることに気づいた。大輔、私のピアス見たりしてないよね。あ？いつもつけてるやつ？どこかで落としちゃったかな？あれ、すごく気に入ってたのに。あれだけ小さいと見つけるのも大変そうだな。見つけたら教えて。わかった。どうやら仕事に行くときにつけていたピアスをなくしてしまったようだ。女性らしいさりげないお花のチャームがついたピアスは初任給で買ったお気に入りのピアスだった。なくさないように大事にしていたのだが、どこかで落としたのかもしれない。私は仕方なくピアスは諦めて会社に向かった。数日後、今日は学生時代の友達とランチの約束をしている。早起きをして、いつもより凝ったメイクにふわふわに髪を巻く。久々に会う友達だから
こうやってバッチリおしゃれして気分を上げる。完璧。あれ？気合入ってるね。めちゃくちゃ可愛いよ。まあね、ありがとう。さあ、出かけようというところで、またもやあることに気づいた。指輪がない。アクセサリーケースの中に入れていたはずの指輪がなくなっていたのだ。指輪は仕事ではつけないので、普段はケースに入れ、出し入れは全くしない。この間はピアス。今日は指輪。私がすぐに物をなくすうっかりさんならまだわかる。しかし、今までアクセサリーをなくしたことはないし、そもそもなくし物をすることもあまりない。私は変だと思い、大輔に相談した。大輔、今度は指輪がないの。見かけたりしてないわよね。見てないな。こんな短期間でアクセサリーが2つもなくなるなんておかしいな。やっぱりそうよね。指輪も気に入って使ってたいいものだよね。小型カメラとか設置してみるか。これ以上物がなくなるようじゃ心配だしな。そうね、ありがとう。とりあえずその日はアクセサリーはつけずに友達とのランチを済ませたが、正直アクセサリーのことばっかりが気になってしまい、ランチどころではなかった。その日はずっと気分が沈んだまま、倒れ込むように寝てしまった。翌日、今日も休みだったので、家でゆっくり過ごすことにしていた。しかし、大輔は仕事だったので、朝早くに朝ごはんやお弁当を準備して、大輔を送り出した。となると、あいつがやってくる。はるかさん、おはよう。おはよう。あれ？今日はお菓子出してくれないの？ごめんなさい。今お菓子切らしてて何もないの。はぁ？何それ？私が来ることも想像できなかった？それでもお兄ちゃんのお嫁さんなわけ？ありえないんですけど。ごめんなさい。そもそも、いつも私が来ると迷惑そうな顔するの失礼だよ。いい？社長夫人になったら嫌いな人との食事会とかあるの。それで嫌そうなの態度に出たら終わりだからね。はい。今日はコンビニでも何でもいいからなんかスイーツ買ってきて。わかりました。ほら、嫌そうな顔しない。早く行ってきて。綾菜さんはコンビニでも何でもいいと言ったが、実際にコンビニスイーツを出せば切れるに違いないので、この間行った駅前のケーキ屋に向かい差し出した。その日、綾菜さんはケーキを完食した後、1時間程度時間を潰してから家を出て行った。その夜、お風呂を済ませ、髪を拭きながら部屋の中に入ると、アクセサリーケースが目に留まった。なんとなく覗いてみると、今度はブレスレットがなくなっていた。大輔、ない。今度はブレスレットがないのよ。ブレスレット？そのブレスレットは大輔がプレゼントしてくれたものでお揃いのものだった。大輔と出かける時につけていたから最近はあまりつけていなかったが、こればっかりはなくなっては困る。そうだ、小型カメラを確認しよう。大輔と共に今日一日の様子を小型カメラで観察する。そこに映っていたのは今日の綾菜さんと私の様子だった。大輔はまず綾菜さんの私に対する態度に衝撃を受けていた。綾菜さんが頻繁に家に来ることや暴言を吐くことは以前から大輔に相談していたが、綾菜さんの態度は大輔が思っていたよりもひどかったらしい。そして私が駅前のケーキ屋さんに向かったところで、綾菜さんはおもむろにソファーから立ち上がった。そこには綾菜さんがアクセサリーケースからブレスレットを取っている姿がバッチリ映っていたのだ。やっぱり綾菜さんが、はるかのアクセサリーがなくなるのは決まって綾菜が家に来た時だ。うすうす感じてはいたが、決定的な証拠がある今、
なんか悲しい気持ちになってしまうな。決定的な証拠をつかんだ私たちは今後、どんな対応を取るか話し合った。大輔にとっては唯一の妹なわけで、信じたくない気持ちもあったようだ。しかし、悩んだ末、大輔の両親にすべて話すことにした。ってなわけで、綾菜が遥かのアクセサリーを盗んでいたんだ。綾菜、ちょっと来なさい。何？綾菜、遥かさんのアクセサリー盗んだのか。はぁ？何それ？貸してもらっただけだし。お前、今更そんなこと言うのかよ。こっちはカメラで、綾菜がブレスレット取るところ押さえてんだよ。はぁ？どういうこと？最近、綾菜が家に来るたびに、遥かのアクセサリーがなくなっていることに気づいたんだ。だから、小型のカメラを設置して確かめた。綾菜、どうしてそんなことしたのよ。大輔のお母さんは半泣きになりながら、綾菜さんにアクセサリーを盗んだ理由を聞いた。さすがにカメラで撮られていたとなっては言い訳はできないと思ったのだろう。綾菜さんは観念したように答える。社長令嬢の気品を保つためよ。お小遣いならちゃんとあげていたじゃない。それで買えばよかったじゃないの。あんなんじゃアクセサリーにまでお金回らないのよ。綾菜さんは毎月高額のお小遣いをもらっていたのにもかかわらず、他のことばかりに使ってしまい、アクセサリーを買うことができなかったという。しかし、社長令嬢として、高価ないいものを身につけておかないといけないと思い、どうしようかと考えていたところ、私が身につけているアクセサリーが高価なものだと気づいたのだという。確かに結婚挨拶で綾菜さんと初めて会った時、ピアスも指輪もブレスレットもつけていた。私は独身時代、高価でも長く使えるものを身につけたいと思い、コツコツとお金を貯めていいアクセサリーを買っていた。だって、相手は田舎の定食屋の娘よ。あなたにあんな高価なアクセサリーはもったいないじゃない。だから私がもらってあげたの。社長令嬢の私こそが高価なものを身につける価値のある人間じゃない？その発言に大輔の両親は目の色を変えた。そんなこと言うのはうちの子じゃない。今すぐこの家から出て行け。はぁ？俺たちは少しというかだいぶ綾菜を甘やかしすぎたようだ。お前は今すぐこの家を出て行って自力で生きていきなさい。お父さんの勢いのある叱責に綾菜さんは顔面蒼白になる。それはそうだろう。これまで働いたこともなければ親に甘えて家のこともやってこなかったような人である。綾菜さんは泣きつくように謝った。お父さん、ごめんなさい。それだけは勘弁してください。今さら何を言っているんだ。綾菜はもう社長令嬢でも何でもない。高価なアクセサリーを身につけなくていいんだぞ。綾菜さんがどんなに謝り、抵抗を続けても両親が許してくれることはなかった。数日後、大輔のお父さんとお母さんは実際にアパートを借り、綾菜さんを家から追い出した。これからはそこに住まわせ、自分で働き、自分で生活をさせるのだという。アパートで暮らし始めてからも、綾菜さんは実家に電話をかけたり、実家を訪れ謝罪を繰り返していたが、両親が許してくれることはなかった。そして電話も着信拒否され、途方に暮れた綾菜さんはアパート近くのコンビニでアルバイトを始めたようだと大輔から聞いた。これで少しでも家族のありがたみやお金を稼ぐことの大変さを分かってもらえたらいいなと思う。ある時、大輔の実家に遊びに行った時に定食屋の娘である自分を受け入れてくれた理由を聞いてみた。お父さん、お母さん、どうしてこんな私のことを受け入れてくれたんですか？ふふ、私ね、実は実家が飲食店だったの。そうなんですか？
そうよ。あなたよりもずっと田舎の出身でね。私の両親も裕福ではないながらも毎日困らない生活をさせてくれていたの。大輔の母はこう続けた。だからあなたにすごく親近感湧いちゃってね。同じような境遇で育ってきた子なら絶対にいい子だなって思ったのよ。実際にはるかちゃんはすごくいい子で可愛いわ。いいえ、私はそんな。それに、私の義理のお母さんもそんな私を軽蔑しないで受け入れてくれたの。だから、どんな子でも大輔が選んだこのことを信じてあげようって心に決めていたのよ。そうだったんですね。すごく嬉しいです。本当にありがとうございます。これからも大輔のことよろしく頼むな。はい。妹のあやなさんのことも解決し、前のような幸せな暮らしが戻った。夫婦二人、大変な時もある。それでも大輔と一緒なら何でも乗り越えられるし、両親だってついてる。毎日慌ただしく共働きをしながらではあるが、時間もお金も大切にしながら生活を送っている。